はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは CCZ-MC01 ソウルです。CCZ は3000円ぐらいまでの価格帯でいろいろリリースしてくるね。お手頃価格のエントリークラスに特化した感じかな。そうだね。1DD モデルなんで、ちょっと遡って DC02 ソロとか DC02 あたりと比較してみるよ。どんな音質の変化があったのか楽しみです。Amazon の価格を見てみたら2780円だったけど、クーポン使うと2000円ぐらいになるんでかなりお手頃価格だね。外観は CCZ の他モデルと形状自体はほぼ一緒。フェイスプレートとノズル部が金属製、他の部分が樹脂製ね。特許取得済みというイヤーフィンのシリコンが使われてないわ。コストダウンしたのかもね。サイズも一般的で重さが片側 6.4g。フェイスプレートの金属部分の重みで 5g 超えてるけど軽い方ね。柄張りが3カラーでどれもいい感じで好きだわ。愛ちゃんは音より見た目重視なとこあるからな。それは否定しませんけど、音質ももちろん気にしてますよ。ドライバーはどうですか？ 10mm PET ダブル磁気ダイナミックドライバー1機搭載。 PET ポリエチレンテレフタレートはエントリーモデルによく使われてる素材だね。身近なところではペットボトル。さて、イヤーチップの波形比較の前に KB イヤーの新製品 KT02 についても触れてみます。KT01 を以前紹介したことがあるんだけど、耳に当たる部分が薄くて自分には合わなかった記憶がある。 KT02 はそこが改善されたってことなんだよね。そう、リスニングでの印象は良くなった。でもご覧の通り楕円タイプなんだ。ということは TWS 向きなのかな。 TWS では楕円タイプ結構あるからね。ソウルのような深円タイプに装着しても使えるけど、 KT02 の内側の径が結構大きめなんでノズル部が細めなモデルには合わせづらいわ。 KZ キャロルに装着してみたけど、これはバッチリだね。サウンドピーツのモデルも楕円多いからいける。軸も短いし KT02 は TWS に使おうと思う。ソウルには合いましたか？ちょっと緩いかなとは思うけど、一応大丈夫という感じ。波形比較はこんな感じです。ピンクの波形ですが分かりづらいので減らして表示します。うちの同音管には一番小さいサイズでも奥まで入れきれなかったんで、広域の特性がちょっと前にずれた感じになってるけど、多分他のイヤーチップと特性的にはほとんど変わらないと思う。今回は音収録にナイス HCK の C04 を使ってみた。 C04 と KT02 の傘の触った感じが似てるわ。今回のサウンドチェックは CCZ-BC02 DC02 ソロを選んでみた。ただ別のメーカーのモデルも一つ入れたかったんで KZ ライブラ X も追加。ライブラ X は癖の少ないチューニングで比較対象にはいいんじゃないかと思って。どのモデルも 1DD 価格帯も似た感じ。音調整の基準に苦労したようですね。当初ライブラ X を基準にしたんでしょ？そう、その結果ソウルの広域の音がやたらこもっちゃって、実機とのイメージが違いすぎちゃったんで、普段はやらないやり方でライブラ X とソウルの波形を出して、その中間の波形を基準としたこんな感じになる。それほどこの2モデルの波形には差があったってことよね。そう、ということでこの4モデルで聴き比べてみよう。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。 Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I could melt when you're walking away. Oh baby, I could swim in the beat till the morning. Oh baby, making love on the beach like we stole it, and I'm floating in your ocean. Knock me off my feet. I don't know what you done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you.
はい、サウンドチェックでした。ソウルとライブラ X の違いがかなり大きかったですね。そう。ソウルはこんな感じで低域重視のバランス。中域を大きく削ったドンシャリタイプ。実機でも広域が負けてる印象だった。このあたりだけの比較では 2.5、4.5 キロあたりが結構出ているのにね。そうよね。だけど、ライブラ X に比べ8キロ以上は減衰、250Hz 以下は増幅となっているわ。ライブラ X はソウルとは逆に低域弱めだからね。他のメーカーのモデルを入れてみて面白くなったよな。で、違う意味で驚いたのが、ソウルは DC02 ソロにかなり似てたってこと。ソロよりさらに低域に寄ったバランスだったね。BC02 との比較でも低域、中広域の差は歴然。なので2000円ぐらいで買える低域重視モデルが MC01 ソウルってことになる。KZ でも最近ここまで低域を持ってるモデルってないと思うんで、低域重視の人には合うんじゃないかな。特性がそっくりな DC02 ソロもってことだよね。そうだね。まあそんな感じなんで、安くて低域がドーンとくるモデルが欲しかったらソウルとかソロはいいんじゃないかな。そうですね。KZ でも最近のラインナップにはない低域重視ってとこはポイントですかね。逆にそれ以外に押すところがあまり見つからなかったわ。はい、ということで CCZ MC01 ソウルのレビューでした。ではまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。